こんにちは、ゆかりです。最近、物を減らして一番増えたものって何だろう？そんなことを考えていました。最初は自分でもあまり気づいていなかったんです。でも、言葉にしてみると一番変わったものが見えてきました。今日はそんな話をしてみようと思います。物を減らすと時間が増える、お金が残る、部屋も片付く、そんな話はよく聞きます。私も最初はそうなんだろうと思っていました。実際、服を選ぶ時間は短くなったし、掃除も楽になりました。でもしばらく暮らしてみて思ったんです。本当に変わったのは時間でもお金でもありませんでした。もっと急がなくなったこと。それが物を減らして最初に気づいた変化でした。昔の私は新作が出ると気になって、セールが始まると見に行って、今買わないと、そんな小さな焦りがどこかにありました。服が好きだから新しいデザインを見るのも楽しい。コレクションが増えていくことも嬉しかった。でも気づけば好きだから欲しいのか、今しか買えないから欲しいのか、その境界が少しずつ曖昧になっていったんです。気づけば今ある服よりも次に増える服を見ていました。そしてクローゼットには服があるのにまだ何か足りない、そんな気持ちだけはなかなか減りませんでした。でも不思議なんです。物が減っていくほどもっと欲しいと思うことも少しずつ減っていきました。クローゼットを開けるとちゃんと好きな服が並んでいる。部屋に帰ると今の空間が落ち着く。帰ればお気に入りがある。そんな安心感がもっとまだ足りないを少しずつ小さくしてくれました。だから新しいものを見るたびに何か足りない、欲しいと思うことも少なくなりました。今思えば物が減ったから満たされたんじゃありませんでした。お気に入りだけが残った暮らしを好きになれた。だからもっと欲しいよりこれがいい、これで十分、そう思える日が増えていったんです。それが一番大きな変化だったのかもしれません。不思議なんですが、余裕って時間が増えたから生まれるものじゃありませんでした。もっと、まだ足りない、そんな気持ちが少しずつ減っていったから、心に少しだけ余裕ができたんです。振り返ってみると、昔の私はいつももっとを探していました。これもいいよりもっといいものがあるかもしれない、そう思うことが多かった気がします。今思えばどこかで完成した自分を探していたのかもしれません。もっと集めれば、もっと整えれば、もっと理想に近づけば、いつかこれでいいと思える完璧な日が来る、そんな風に思っていたのかもしれません。でもクローゼットには好きな服がある。
部屋も今の空間が好き、もう十分、そう思える日が少しずつ増えていくと、何かを足そうとするより今ある暮らしを楽しめるようになりました。だから今はもっとよりこれでいい、そう思える余裕が物を減らして一番増えたものなんだと思います。というわけで今回は物を減らして一番増えたものっていうことで動画をお届けしたんですけども、今の時代って本当にSNS を開けば欲しいものがどんどん溢れてきて、もっとみたいな、もっと欲しいっていうのが本当に簡単に増えてしまうんですよね。もっと素敵な服とか、もっとおしゃれな部屋にしたいとか、もっともっとがどんどん増えてしまうと。なのでもう見始めて比較しだすとキリがないというか、でしかもそのもっと欲しいって思ってしまうものが自分にとって本当に欲しいものかっていうのって割と客観的に冷静にならないと見失いがちだったりもするんですよね。だから私は最近は欲しいなって思ったらそれ本当に好きなのかなっていうのをちょっと立ち止まって考えるようにしていて、そう最近もねちょっと欲しくなったお財布とかあったんですけど、冷静にいやお財布使うかな、これだけキャッシュレスで今クレカしかほとんど持ち歩いてないのに財布いるみたいなのも踏まえて、本当にそれが必要かと好きかどうかを自問して、この前も立ち止まって買うのを控えたんですけど、みたいな感じで本当に欲しいもの、もっと欲しいものがどんどん溢れてしまうので、そうやって考える時間を大切にしておりまして、でもそういうことができるようになったのも結構物を減らした影響って大きかったなと思っていて、なので物を減らして増えたのってやっぱり時間とかお金だけじゃなくて、そうやって立ち止まって考える心の余裕だったのかなと最近は思ったりしております。今ある暮らしを楽しめる時間、余裕、それが一番大きな変化だったんじゃないかなと思っております。というわけで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価お待ちしております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。I can promise